皆さんこんばんは。サイキックフィーバーです。それでは、第1回目の企画を発表したいと思います。よっ題してI'm サイフ僕たち、サイキックのことをご存知でない方にも、メンバー一人一人をしっかり覚えていただくために改めて自己紹介をしていきたいと思います。どうですか、自己紹介。苦手です。苦手です。はい、それでは行ってみましょう。どうぞ。半田龍心です。2001年生まれの12月1日の19歳です。よろしくお願いしますですね。サイキックフィーバーではラップを担当していて、低い部分のパートを結構担当させていただいております。僕はずっとダンスをやっていて、そこでオーディションをきっかけに EXPG に入らせていただいたんですけど、そこでその LDH さんの先輩方だったりのライブに参加させていただいたりして、僕もこういう方たちみたいになりたいなっていうのをそこで体感してアーティストを目指そうという気持ちになりました。僕はEXPG の特待生オーディションっていうのにその一般の方から参加させていただいて、そこで入らせていただいて EXPG ラボになってサイキックフィーバーに入らせていただいてきました。サイキックフィーバーとして参加させていただいた BOT が一番印象に残っていて、そこでやっぱしまだサイキックフィーバーっていう名前だったりをまだ出していなかったので、そこで一気にいろんな方に知っていただけたし、サイキックフィーバーっていう自分たちを出せたのがすごい印象的だったなっていうのを覚えております。僕はもう本当に小学生ぐらいの時からダンスをやっていて、やっぱしいろんなジャンルを経験してきたんですけど、その中でやっぱし自分に合うのがヒップホップで、やっていて楽しいなと思うのがヒップホップだったので、ヒップホップが大好きです。で、好きな曲のジャンルはちょっとリラックスして聴けるような R&B ヒップホップみたいなのが好きです。今はサイキックフィーバーとして SNS も開設させていただいて、僕自身すごいチームの中でも SNS を結構見させていただくのが多い方なんで、どうやったらいろんな人に見ていただけるかだったり、どうやったらフォローしてくれたりだったりするのを、今はいろんな SNS だったりインフルエンサーの方だと見て勉強をしている感じです。自分の性格を一言で表すと頑固っていうのがすごい合うのかなと思っていて、自分はやっぱし一人っ子だったりもするので、やっぱ周りに意見を言われたらやっぱし自分のあれが強くなっちゃうみたいなのがあって、やっぱし頑固なのかなっていうのは感じます。で、見た目通り多国籍だったりすごい多彩なグループですごい自分は感じますね、一言で表すと。肘からキュンです。渡辺蓮です。2000年の2月8日生まれ、21歳です。ラップと、唯一のビートボックスを担当させていただいています。ビートボックスは全部自分の口でビートだったりメロディーだったりを奏でる、ちょっと特殊なものになっています。最初にグローバルジャパンチャレンジというオーディションがあって、でそこで最終まで行って、でそこから EXPG に特待生として入らさせていただいて、 EXPG ラボになって、でサイキックフィーバーっていう感じです。所属の先輩方のツアーだったり、あとはEXPG のイベントだったりってあったんですけど、で僕が EXPG ラボになった年のレックス・ザ・ライブっていう、イベントがあったんですけど、そこで初めてお客さんの前で歌ったのが鮮明に覚えています。ジェネレーションズさんの中塚裕太さんとビートボックスやりながら裕太さんが踊ってる。でそのビートボックスを使ったループステーションっていう機械があるんですけど、そのビートボックスを録音してそのまま永遠に繰り返すことができる機械があるんですけど、でそれに自分でメロディーくっつけて、そのメロディーもループして楽器として使える、すごく画期的なものがあるんですけど、それを今勉強中で、それを例えば自分たちの曲をカバーしてみたりとか、オリジナルやってみて、でそれをいつか大きなステージで披露できたらいいなと思ってます。
こいつわかんねえなみたいなたまに言われるんですよ。お前あんまわかんねえなみたいななんかまあ伝えるのがすごく下手くそなので、それでなんか余計にまあ見た目通り多国籍でかつ多彩で個々もすごいオリジナリティを持ってるで、今までにないグループだなって僕は思っています。無人島に連れてくならどのメンバー、絶対連れてきたくないメンバーはどのメンバー？一人一人ずつ。連れてくなら龍神、連れてくないメンバーいいさ、ありがとうございました。ジミーです。2000年2月26日生まれの21歳です。ラップだと自分は低い声なので低いパートを担当していたり、基本コール&レスポンスだったりガヤをよく担当させていただいてます。もともと興味なくて、なんか家の多分カーナビとかで EXILE さんがダンスをしてるっていうのでこうちゃんとカーナビのライブ映像を見るようになって、この人たちこんなにダンスがかっこいいんだみたいな。でなんかアーティストの道ってかっこいいかもって思ってアーティストを目指すようになりました。EXPG 名古屋校に入って、でその後に初めてグローバルジャパンチャレンジっていうオーディションを受けさせていただいて、それで最終選考まで残らせていただいて、そこから EXILEGENERATIONS で活動させていただいてて、そこからこう VBA5 でこうラップを本気でこう1週間みっちりやることにつれて、こうリアルにこうマイクを持ってパフォーマンスしたいなっていうのが僕の中で芽生えて、ダンスとラップで有名なアーティストになりたいなっていうのはすごい思いました。メンバーの涼河君とビートメイクだったり自分たちでレコーディングする力を今すごい学んでいて、あとはもともと自分がこう影響を受けてたこう R&B だったりこう2000年代のスタイルをなんか今あえて自分たちに落とし込むというか、振り付けだったり構成だったり衣装だったりでこう自分たちの新しいカラーを、今のジュニアEXILEにはないカラーを出せるようにと思って、今また改めて自分のルーツをもう一度勉強してます。自分がやっぱりブラックとのハーフなので、こう日本育ちであるんですけど、やっぱ海外に憧れだったりこういろいろ自分の中で葛藤だったりはあったんですけど、サムがいたりイーサがいたり本当に日本人のメンバーがいたり、すごいいろんなものを表現できるチームだと思うので、こう僕はすごいなんか可能性に満ちたグループだなっていうのは一番思います。中西涼河です。1998年6月8日生まれ、23歳です。ラップを担当してます。あとは MC もやらせてもらってます。4歳の頃からダンスを始めて、両親がもともと EXILE さんのことが好きで、初めて見に行ったライブが、パーフェクトイヤーの2008年のドームツアーだったんですけども、そこで初めて EXILE さんを見て、なんだこの人たちはみたいな感じがスタートで、この人たちになりたいっていうのがきっかけですね。EXPG には9歳の頃に入らせていただいたんですけども、そこから、グローバルジャパンチャレンジっていうのも受けましたし、挫折も何回もあって、でもやっぱ諦めきれないものがあったので、そこからこうやっていくうちに、EXILEGENERATION っていう中にもでも活動させていただきましたし、あとは、EXPG ラボで、サイキックフィーバーになる前はクラッシャーキッズっていうところで、活動させていただきました。なんか一つ夢が叶ったなっていうのは、武者修行で全国回らせていただいたことですね。やっぱりこう小さい頃から、その LDH に憧れてやってきたので、武者修行っていうのがやっぱすごく憧れがあったので、なんかこうみんなで、サイキックっていう、グループとしてなんか回れたことはすごく今でも印象に残ってますね。そうですね、始めた頃からもヒップホップをしてきてて、でやっぱロサンゼルスのダンススタイルが好きで、一人でアメリカに行ったこともありますし、なんかこう、小さい頃からやってきてたので、そうですね、メンバーのジミーと楽曲を作ったり、あとはそういうレコーディングのエンジニア業みたいなものにも興味がありまして、メンバーボーカルの声とかをレコーディングスタジオで撮って、一つ曲の作品にしてみたり、あとはやっぱりこうグローバルに活動していきたいっていう思いもあったので、最近中国語を始めました。そうですね、ポジティブですね。僕は一つやることを決めたら最後までやり遂げたいタイプなんですよ。なのでなんかこう、もちろんできないこともあるんですけど、何があっても基本プラスに考えるタイプなので、多彩っていう、文言にもあるんですけど、
やっぱこう一人ずつ役割があって、なんかそれがなんか逆にこうサイキックフィーバーっていう作品を作っていく中で、なんかこう一人がクリエイトできる力を多分みんな持っているので、なんかこうある意味こうクリエイティブ集団になれたらもっとかっこいいのかなとかっていうのは思いますね。小初心です。2000年11月9日生まれ、20歳です。ボーカル担当で一番年上なので、まとめきれてないですが、まとめる担当です。勘違いですかね。違うんですよ。今後ろでずっとこうやってるから。まあそれですね。GJC グローバルジャパンチャレンジに参加させていただいて、そこから入らせていただいたんですけど、それからはEXILE さんだったり三代目さんであったりGENERATIONS さんとかの、ツアーに稼働させていただきながら EXPG ラボとしても、クラッシャーキッズボーカルとして、させていただいてました。日本の曲がとても好きなので、清水翔太さんであったりとかはもう普段からであったり今でもずっと好きで聴いてます。今やってるのはギターを今個人的に練習してまして、いずれではないですけど目標としてその雅さんみたいなスラップであったりとか、そのギターソロを弾けるようになって、それを自分たちのイベントでパフォーマンスしていきたいっていうのは考えてます。人種もそうですし、本当に個性が強いグループなので、あと意見がみんなあったりするので、本当にそこは強みなグループで、今までなかった形、新しいグループなのかなというふうに思います。最近ちょっと勘違いしてなっていいですか？それ聞きたいですか？それ聞きたいですか？メンバーで話してる時だったんですけど、レン君のことをレンって一緒に言ってなんでそれをみんなに言われるまで気づかん？いや、気づいてました。すいませんでした。すいませんでした。イーサです。2004年生まれ、2月26日、17歳です。ボーカル担当していて、結構声が低いので、こう低いボイスでオートチューンもたまにやってます。幼稚園高学年ですかね。マイケル・ジャクソン、もともとマイケル・ジャクソンこう聞いていたんですけど、マイケル・ジャクソンですね。グローバルジャパンチャレンジを経て EXPG 名古屋校に入って EXPG ラボになりまして、その後クラッシャーキッズになってサイキックフィーバーです。サイキックフィーバーになってからはやっぱりこう三代目 JSOULBROTHERS さんのこうレイザーフラッグのツアーに帯同させていただいて、それが一番最初のこうツアーの帯同だったので、すごい嬉しいというかこう衝撃が大きかったかもしれないです。 R&B であったりヒップホップは僕の中で結構でかいかもしれないです。でもその他にもやっぱりロックであったりジャンルに問わず結構いろんなアーティストが好きですね。自由とかですかね。そうですね、自由ですね。やっぱりこう好きなものがたくさんあるので、こういろんな多種多様なものにこう挑戦していくっていう部分でこう自由、いろいろなメンバーこう結構こう一人一人の個性が強い分、こう多分固まった時にすごい大きなグループになるのではないかなと思います。みんなこう真剣な時はこうまっすぐに取り組みますし、でもふざけた時はもう大爆笑、すごい楽しいグループだなって思ってます。コンプレックスコンプレックスですか？コンプレックスないですよ。My name is Sam Robinson. I'm 19 years old and I was born on December 5th, 2001. In Psychic Fever, I'm a singer and a vocalist, and I tend to specialize in more of the higher tones and focus on like my 4-octave range. I've always loved singing and dancing, and I never wanted to separate the two. I always wanted to find a way to combine the two, and so especially I started singing while doing musicals, and so being able to see that I can dance, sing, and act all at the same time, that really
helped like develop the idea in my head that I can really do this. I can really pursue a career in this if I try my best and really focus on it. So, yeah. So in 2018, I participated in Global Vocal Battle Audition, and that's how I was introduced into LDH and Psychic Fever. When it comes to music, my favorite genre is ballads. I love the emotion and the expression behind it and the big story that you can see behind the lyrics. And I'm a very emotional and passionate person, so I really connect to that music a lot. So as an American, my first language is English, and now that I've been living in Japan for the past 2 years, I'm focusing every day on my Japanese and always trying to find ways to improve and study more, because living here, that's a must that I have to understand. And also in the past year, I've started learning how to play the piano, because I have a dream and the goal of being able to play and sing on stage at the same time one day. In my opinion, we're a very versatile group. We have a lot of different aspects and a bunch of different elements that we bring to the table, whether that be the skills that we have, the nationalities, the abilities, the hobbies, whatever. We're all different people. We're all totally different people, and I think that's what makes us great, is that we combine all those other things that we all like to focus on and combine them together to make one beautiful circle of just passion and talent. 好きな日本語は何ですか？ 2年前のミッション仕様でまだ日本語は下手くそでした。あの時にね、ブログで毎日頑張りますあなたのためには僕のトレードマーク作りました。はい。高橋剣、1997年4月9日、24歳です。パフォーマンス面、生活面含めお兄ちゃんみたいな感じですね。僕の中で結構大きな経歴で言いますと、パフォーマーバトルオーディションですね。やっぱりこの業界に入った時にきっかけになったのが EXILE っていうところだったので、それに入れるオーディションってやっぱり自分の中で意味がありすぎたのでやっぱでかかったですね。得意なダンスジャンルはヒップホップなんですけど、特に自分のジャンルっていうのはなくて、求められたものをします。トレーニングですね。体の、ジムに行って、やっぱり男である以上トレーニングは必須で、かっこいい体マストだと思う。頑張ってます。力、物事に対して理由を持たせるのが好きで、それに対してはやっぱり力があったりとか説得力があったりとか、僕が発信する分もそうですけど、影響を受ける分にも説得力があったり理由がちゃんとついて、そこに力があるかっていうところを見てるので、僕もそうやって小さい頃から生きてきて、別にこう意識しなくてもできるのがそういった考え方なので、常にパワーバランスとかは考えてます。初デートを行くならどんな男なプランをバラを持っていく。This is 男だ。This is man. ビルボードチャート1位を狙ってます。ビルボードチャート1位。ビルボード1位で、ビルボードチャート1位、ビルボードチャート1位。 To get to the top of the Billboard charts. ビルボードチャート1位ですね。ビルボードチャート1位はこうみんなの夢であり、やっぱりすごい遠いんですけど、やっぱ今このビルボードチャートでこうやってたくさんグループがあって難しいと思うんですけど、やっぱり言えば叶うと思いますし、言霊ってあると思いますから、チームメンバーでもまずはビルボードでしょ、まずは1位目指さないとっていうのをずっと掲げて今活動してます。 Also being able to have our own world tour, not just in Japan, not just in Asia, being able to travel all around the world where everybody knows our name.
マルチなアーティストになりたいなと思っているので、これからみんなで頑張っていきたいと思います。サイキックフィーバーっていう映画を作れたらすごい夢だなって思いますね。ビートボックスがもうラップとボーカル、あともう一つビートボックスぐらいの立ち位置になるぐらい大きな存在っていうのを全国に伝えていきたいっていうのが夢です。はい、ということでアイムサイフィーとして自己紹介をお送りしました。はい、それでは最後にスイ君から一言お願いします。アイムサイフィーどうでしたか？この動画を見て僕たちのことを少しでも知っていただけますと嬉しいです。僕たちの夢を皆さんと一緒に叶えていける、そんなグループを目指してこれからも頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いします。お願いします。以上、サイキックフィーバーでした。